こんにちは。ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回は冬を代表するお野菜。こちらです。白菜です。こんなに大きな白菜がなんと100円で手に入りました。なので今回はこの白菜を主役に材料たったの2つで作るとっても簡単な美肌や若返り効果抜群のお鍋をご紹介します。ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。白菜の栄養についてご紹介します。白菜というとあまり栄養がないイメージかと思います。確かに水分がほとんどなのですが、そんな白菜にも冬場にとっても大切なビタミン C やベータカロテン、これらは免疫力を高める栄養素ですね。そして食物繊維、カリウムやカルシウム、ビタミン B 群やビタミン K など微量栄養素が幅広く含まれているのが特徴です。そしてもう一つ、白菜は油中のお野菜なんですね。何度か油中のお野菜紹介しているんですけれども、ブロッコリーや小松菜なんかと同じで、特有のちょっとピリッとした辛みがあるようなお野菜なんですね。その辛みの元となる成分がグルコシノレートというものなんですけれども、それが酵素や腸内細菌によってイソチオシアネートという物質になります。それによって免疫力やがん予防、解毒酵素をサポートするようなところにも関与するとっても重要な成分が含まれているんですね。白菜全体的に突出した栄養素というわけではありませんが、幅広くいろいろな栄養素含まれています。そんな白菜なんですけれども、今回は白菜の特徴をそれぞれ2つに分けて、ふわふわの葉っぱの部分と芯のシャキシャキっとした部分、別のお野菜のような食べ方をご紹介いたします。とってもシンプルな材料で煮込み時間なんかもほとんどないんですけれども、新しい食べ方の白菜をご提案したいと思います。白菜が主役の若返り鍋の材料になります。まず具材は白菜と鮭の切り身になります。今回鮭の切り身を使いますけれども、牡蠣でもいいし、豚肉でもいいし、鶏肉でもお好みの具材をね、もう一品は用意してください。タンパク質系のものがいいんじゃないかなと思います。で、あとはですね、スープの方はすりごま、これ1パック分ぐらいあります。たっぷり使っていきます。豆乳1カップに生姜ですね。結構生姜もたっぷり入ります。それからごま油とだしパック。これ今回中身ごと使いたいと思います。普通にただのかつおだしを使っていただいても結構です。そして味付けはお味噌になります。鮭の塩加減などによってお味噌の量加減していきますので、このあたりは味見をしながら調整していきます。まず白菜なんですけれども、こうやって見ると白いところですね、この芯の部分ですね、それから葉っぱの部分、だいぶ食感も違うし色も全然違いますよね。特に外側の葉っぱなんかは緑色をしているので、ベータカロテンとか葉酸なんかも多いんですね。なのでね、今回白菜は2種類のお野菜が混ざってるようなイメージで、それぞれの特徴を生かして使いたいと思います。で、まずですね、今回ちょっとさすがにこの量は多いので4分の1ほど使いたいと思います。白菜なんですけれども、この芯の部分がくっついているとどんどん成長していってしまうんですね。そうすると白菜の栄養分なんかも消費してしまいますので、この芯の部分を取り除いてしまった方が持ちがいいんですね。はい、この部分ですね、ここを取り除いて、で新聞紙なんかにくるんでおくと持ちが良くなるそうです。切り方をね、工夫したいと思います。まずこの芯の部分、こう分けてしまうと完全にふわふわっとした柔らかい葉っぱの部分とシャキッとした部分だけになりますよね。こうすると完全に栄養も食感も全然違うお野菜になりますよね。で、今回はね、それをそれぞれ活かしていきます。まず葉っぱの部分はもうふんわりしてますので、大きめにザクザクと切っていきます。はい、こんな感じですね。そして芯の部分は
このシャキシャキ感を生かしたいというところで、今回は少し長め、繊維の方向に縦に細く切っていきます。こんな状態です。こんな感じだったらね、芯の部分もすぐ火が通りますよね。しかもシャキシャキっとした白菜の甘みとか食感が楽しんでいただけると思います。しかもね、このように少しね、細かく切っておくと、白菜の中のグルコシノレートがイソチオシアネートというものに変換されるんですね。それが有効成分にもなりますので、今回はこんな感じで白菜を切っていきたいと思います。白菜こんな感じです。葉っぱの部分はざく切り、芯の部分は少し長めに薄切りにしています。はい、続いて鮭です。で、鮭というのはこのオレンジ色の色ですね。もともとね、赤身の魚ではなくて白身の魚にアスタキサンチンという赤い色素がね、このように鮭のオレンジ色を作っているんですね。で、このアスタキサンチンというのは食物連鎖で藻とかプランクトンからね、含まれる成分がプランクトンを食べたエビをまた鮭が食べて赤い色が連鎖されて、で、身が赤くなっているということなんですね。アスタキサンチンというのは高い抗酸化物質なんですね。野菜や果物にはない成分です。アスタキサンチン豊富で DHA や EPA といったオメガ3脂肪酸も多く含まれています。アンチエイジングにはとってもおすすめの鮭を今回は使っていきます。皮にはね、コラーゲンとかビタミン B 群が多いんですよ。なのでね、皮もね、できれば使った方がいいんですね。で、よくね、この白っぽいところとかに少し鱗が残ってたりしますので、皮をなぞってあげると少し鱗がね、出てきます。これを取っておくとね、皮も美味しく食べられますね。鱗をね、取り除いた鮭を軽く洗い流しています。骨の部分取り除いておいた方が食べやすいので、このように切り取ってしまいます。ちょっとこう触ってみてね、骨がないか確認をしてください。鮭はビタミン D も多いので、カルシウムの吸収を助ける栄養素でもあるんですよ。で、今回白菜にもカルシウム含まれるし、その他豆乳や、あとだしパックの中身なんかにもね、カルシウム含まれますので、一緒に食べると骨の健康にも役立ちます。で、鮭の方は今回はね、細かく切ってしまいます。もうとにかく煮込まないお鍋なので、具材はね、少し小さめの方が早く煮えるんですね。例えばお肉とか他の具材を用意する場合も少し細かめに切ってください。はい、それでは鍋のおつゆを作っていきます。まずね、生姜なんですけれども、おろし生姜をたっぷりとお鍋にね、直接すりおろします。生姜はね、生の生姜を使っていただくと、生姜の温め成分のジンゲロールというものがしっかり取れると思います。ちょっとね、冷えとか気になる方は生のおろし生姜を使っていただくといいと思います。こんな感じですね。大さじ2杯は軽く入ってますね。はい、そこにですね、ごま油を大さじ2杯程度入れていきます。だいたいおろし生姜と同量ぐらいです。はい、そして中火にかけて生姜とごま油を炒めていきます。ここで生姜をしっかり炒めてあげると、ジンゲロールが生姜オールという温め効果の高い物質に変化するんですね。生姜の温め効果を引き出してあげます。熱くなった油の中におろし生姜を入れると跳ねるので、冷たい状態でね、一緒に炒めてあげた方が調理が楽だと思います。今回はね、若返り鍋ということで、アンチエイジング効果とか美肌効果に期待できるような作り方や食材の掛け算をしているんですね。今回本当にシンプルな具材なので、もちろん他のお野菜とかね、加えていただいてもいいと思います。はい、生姜がいい香りがしてきました。すりごまを半分ぐらい入れていきます。はい、で、ごまも香ばしく香りを引き出します。焦がさないようにしてくださいね。はい、とってもいい香りがしてきました。お水が2カップ入ります。すりごまもね、少し炒めてあげると、入りたてのごまのようなね、いい香りが出てくるんですね。ごまの有効成分、ごまリグなんですね。セサミンという成分も皆さんご存知かなと思いますけれども、油と一緒に炒めてあげると溶け出しやすくなります。
ここでですね、だしパックの中身を全部一緒に入れてしまいます。このだしパックはね、すごく中が細かい粉なんで、このようにね、もう中身ごと食べてしまうとカルシウムとかね、いろいろな微量ミネラルも取れるのでおすすめです。もしね、こういったものがなければお好みのお出汁を使っていただければと思います。すりごまと生姜とごま油を炒めて、だしパックお水を入れた状態です。沸騰してきましたらお野菜と鮭を加えて煮ていきます。もうお野菜もね、割と火が通るのが早いので、もうそんなに煮込むという感じではないんですね。お鍋の大きさに合わせてお野菜の量を加減してください。結構しんなりしちゃうのでね、たっぷりめに入れちゃってください。先ほどね、刻んだ鮭も上に散らすように入れていきます。もう具材がね、結構細かいので火の通りは割と早いです。で、どんどん白菜もね、沈んでいきますので、こんな感じでね、ちょっと蓋を閉めて、で具材がしんなりするまで加熱をしていきます。はい、グツグツしてきました。お野菜もね、だいぶしんなりしてきましたね。全体をね、沈めるようにして火を通していきます。最後にここに豆乳が入るんですけれども、その豆乳は本当に仕上げの時に入れないと分離しやすいので、まずはお味噌で味をつけていきます。お好みのね、量で大丈夫なんですけれども、鮭からもし塩分が出てきて塩辛くなったりする場合もあるので、そのあたりちょっと味見をしながらね、お味噌を加えていってください。だいたいお味噌大さじ 3,4 杯ぐらいが目安になります。白菜も細切りされてるので、本当に火の通りが早いです。で、少しね、シャキッとした食感を残したいので、もうあまり煮込まないで、このままね、少しシャキッとした状態で召し上がっていただきたいお鍋なんですね。はい、お味噌が溶けたらごまをまたさらに追加していきます。ごまはカルシウムや鉄分、亜鉛などミネラルが本当に豊富で、しかもゴマリグナンというポリフェノールがたっぷり含まれているので、生活習慣病をはじめアンチエイジングや様々な健康効果が期待できる食品なんですね。もうごまの濃厚な味わいが溶けています。はい、で最後にですね、豆乳が1カップ入ります。この豆乳が入ることでね、スープが一気にまろやかになってね、濃厚に仕上がります。はい、さらに残りのごまを加えていただいて完成です。ごまは今日かなりたっぷり入れていますので、お好みでね、少し加減していただいても結構です。白菜の赤返り鍋、ちょっとお味見をしてみたいと思います。もう具材は白菜と、そして鮭だけなので、本当にシンプルなお鍋なんですけどね、スープにもごまや豆乳、生姜がたっぷり入ってます。いただきます。これね、本当に美味しいです。白菜をね、100円で買ってきたんですよ。で、これだけのね、お鍋になってしまったら、白菜も喜んでますよ。これはね、ほんとちょっと切り方には工夫がありますけど、本当にシンプルなんですよね。白菜の部分もね、いただいてみたいと思います。いつもの白菜じゃありません。なんか白菜がね、すごく上品になった感じがします。で、心なしか甘みも強くなったような気がします。ごまの旨味がスープに溶け込んで、生姜が後からね、じんわりとくるんですよ。本当に癒される味わいです。ぜひ試してみてください。今回は白菜が主役の本当に簡単で、そしてアンチエイジング効果バッチリのお鍋をご紹介しました。寒くなってきた時期に体を温める効果もありますし、ごまのビタミン E たっぷり、そして生姜の血行促進効果もあって、体の内側からポッカポカ、そして若返り効果の栄養素もたっぷりです。白菜がごちそうに変わるお鍋、ぜひお試しください。最後までご覧いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。私の LINE 公式アカウントができました。友達登録をしていただくと、いろいろなお得な情報盛りだくさんです。ぜひ友達追加お待ちしています。